つくんなよバイキン野郎。何が悪い。あっち行ってろ。触んなきゃね。逃げても追いかけてくる。変われない。ずっと嫌われ者のまま。やめろ、そんな目で俺を見るな。まともになんかなれないし。黙れ。人生積んでるね。黙れ。ごらんや。やっぱり罪を犯した。違う、これは刺すなんて。手が血だらけだ。犯罪者。一生暗黒がお似合いだ。出てくんな。この化け物。おいシオン、いい加減起き上がれ。リョウがすげえうなされてたぜ。トラップ反応まだ抜けねえのかよ。2晩続けてとかやべえだろ。ごめん、体質のせいかな。たまにあるんだよね。ほら俺普通とちょっと違うから。違わねえよ。柴犬は？さっき出てった。長えクソだな。朝っぱらから誰がクソだよ。勝手なこと抜かしてんじゃねえぞての。おいシオン、トラップ反応収まったのかよ。なんとかね。うるさかった？別に。やってらんねえな。このプレハブ小屋どうにかなんねえのかよ。昨日なんかマジ終わってた。くっそ狭い部屋で男3人トラップ反応でうなされまくってるとか、どんな罰ゲームだよ。クソ監視に待遇改善させようぜ。一人一部屋。決勝まで進んだんだ。それくらいありだろ。だよね。そっか、俺たち勝ったんだ。当然だ。ここまで来りゃてっぺんも射程圏内だな。勝利の快感を思えばトラップ反応なんて安いもんだよ。あと一戦、あと一発。おはようございます。皆さん起きてますか？見りゃわかんだろポンコツ。朝から何のボケだよ。すみません。ですが皆さんに朗報です。パラドックスライブ決勝進出を受け、特別に壮行会が開かれることになりました。壮行会？はい、所長から直々に励ましのお言葉をかけていただけるそうです。マジかよ、最高。絶対行かねえ。ホテルでパーティーじゃないの？さすがにそれは無理ですよ。でも面会後には食事会もありますし、ごちそうが出るかもしれません。頑張った皆さんへのご褒美ですね。そんな顔しないでくださいよ。当日は上の方から偉い人も来るそうですし。
じゃあさ、ご褒美ついでに所長とその偉い人ってのに俺たちのお願い聞いてもらえたりする？はい。さて、ここが所長室です。いいですか皆さん。お願いですから、今日だけはおとなしくしていてくださいね。暴言暴力はもってのほか。三越くん、しかめっ面もなしですよ。笑顔でね、笑顔で。うっざ。ガキの遠足かよ。皆さんは今回のプロジェクトで立派な成果を収めています。これが認められれば、住居の改善はもとより刑期の短縮についても十分考慮されるでしょう。ですから。大丈夫、いい子にしてるって。それでは行きますよ。入りたまえ。失礼します。犬飼優斗、極楽のメンバー他3人を連れてまいりました。いや、よく来たね。君たちの活躍のほどは聞いている。この刑務所の所長として私も鼻が高いよ。ありがとうございます。ほら、皆さんも。どうも。つか、てめえの手柄じゃねえだろ。何上から目線で喜んでんだよ、クソバビロン。三越バック。噂通り一筋縄ではいかぬ囚人たちのようですね。所長、こちらの方は？矯正局からいらした管理官殿だ。音楽による囚人構成プロジェクトの発案者でもあらせられる。へえ、つまり俺たちの恩人ってわけ？その通りだ。くれぐれも失礼のないように。まずは自己紹介を。君が三越場健太君だね。はあ？君のことはこちらでも話題になっているからね。事前にデータを見させてもらったよ。実に興味深い。知能指数の高さ、ハッキングの能力、注目に値する人材だ。あっそう。なら自己紹介はいらねえよな。ヨーガ、お前の番だぜ。俺は。いいよ君は。見ただけでわかるから。挨拶もろくにできない、頭の悪い底辺だ。どうせ喧嘩相手を殴ったとか、くだらない理由で服役してるんだろ？てめえ！土佐くん、ここは抑えて。じゃあ次は俺ね。俺はカイダシオン。裏カジノでしつこく絡んできた男を刺して逮捕。他に知りたいことがあれば何なりと。君、その顔は。生まれつきです。君が悪いですか？いや、しかし鱗のような肌。おお、これは興味深い。生まれつきということは遺伝性の疾患か？顔の造作が綺麗なだけに余計化け物じみて見えるね。気の毒にこんな見た目でさえなければまともな道も歩けただろうに。安い同情はいらないよ。そう言って近づくやつはたくさんいたけど大抵ド変態の粘着野郎だったし。貴様、管理官殿になってこと口を慎め。無礼だろ。はあ？無礼はどっちだよ。俺らをディスるために呼んだのか。2人ともこらえて。ここで爆発したら何のために？やはり底辺は底辺だな。まともに挨拶することも人の善意を素直に受け取ることもできない。公正とは程遠い状況だ。それは。今すぐプロジェクトを中止して君たちを監獄に送り返すこともできるのだよ、私は。
よく聞いておけ。人間には2種類ある。上に立ち命令する人間と、その下で命令される人間だ。ステージでどんなに吠え立てようと、結局のところ君たちは負け犬、命令される側の人間だ。それは一生変わらない。スタートから違うのだよ。私のような人間とは。音楽で構成？甘いことを。低能で低俗、社会の落語者がちょっとステージでもてはやされたところで、本性は絶対に変わらない。変えられない。では、なぜ？ただの点数稼ぎさ。この手のお涙ちょうだいに世間は弱いからね。花から期待などしていない。意味などないんだよ。三越柴君、君なら理解できるだろう。君はそこにいるクズどもと違って優秀な頭脳を持っている。私は君を高く評価しているんだ。その生意気な態度を改めれば、こちらの側に入るチャンスを与えてもいいと思っている。私はそれなりの力を持っている。くだらないラップなど捨てて、いっそのことを私の管理下に。頭冷やせよ、このクソワック。貴様！管理官殿になんてことを！申し訳ございません。私の管理不行き届きです。そうだ犬飼い、お前の失態だバカ者！今すぐこいつらに謝罪させろ！いや、土下座だ！土下座！いえ、それはできません。ああ、この私に水をかけたんだぞ。謝罪どころか懲罰者だろう。ですが、先に侮辱したのはそちらです。管理官殿、謝罪しろとおっしゃるのなら、あなたからまず彼らに謝ってください。ああ、それに、あなたは私たちの職務も否定されました。受刑者を信じ、導き、共に公正の道を目指すことを、それが私たち刑務官の仕事です。人間は2種類あるとおっしゃいましたよね。ああ、だとすれば、それは生まれや育ちで決まるものではないと思います。過ちから学ぶことのできる人間と、そうでない人間、その2つがあるだけで。確かに彼らは罪を、大きな過ちを犯しました。ですが、音楽を、自分を信じ変わろうと努力しています。全身全霊をかけてパラドックスライブのステージに立っているのです。それを侮辱しないでいただきたい。失礼。なんだ今取り込みそっちでどうにかならんのか。無理。いやだが何か問題でも？それが極楽がここにいると知り、主人どもがライブをさせろと暴れておるようでして。くだらない。何、鎮圧できない？暴動寸前だと。へえ、あっちじゃ俺たち大歓迎じゃん。あいつら。なあ管理官様、そんなに偉いんならさ、今から監獄に行ってあんたの言う公正不可能な底辺どもを黙らせてこいよ。ああ、なぜ私が？命令できる人間なんだろ？ビビるわけねえよな。なんとかしたまえ所長！そう言われましても。ざまあねえな。てめえみたいな無能野郎にこき使われてると思うと、腹渡が煮えくり返ったどうにかなりそうだぜ。犬飼い。暴動。まも一発で黙らせてやる。この俺たちがな。
へえ、今日は空気読んで出てくんじゃん。黙れ、みこしば。おいてめえら、やる準備はできてんだろうな。食いつきたくてたまんねえ。いつでも行けるよ。まあ、おい管理官様。なんだね。君、乱暴は。意味がないと言ったな。だったら見せてやれや。極楽の音の力、監獄のど真ん中、特等席にご招待だ。静かにしろ、クソどもが。今日は特別にゲストを招待した。この監獄の所長と、お偉い管理官様だ。管理官様は、俺たち底辺の視察にいらしたんだとさ。手出すんじゃねえぞ。こいつらは俺たちの音で黙らせる。君たち、こんなことをしてただで済むと。そうだよ、犬飼君。君だ。知ったことが。ごちゃごちゃつまらねえこと抜かしてみろ。殺すぞ。極楽はここで、この監獄で生まれた。社会不適合者の吐きだめ、底辺の底の底。誰も見向きもしない、されない場所から、俺たちは声を上げる。見ろ。俺たちはここにいると。良識、常識、クソくらい。反逆の魂は何にも縛られない。音の拳はどんな檻も壁もぶち破る。俺たちは音楽で勝ち取る。自由を、解放を。よく聞け。これが極楽の音楽だ。しまった。どんまい。今さら嘆いても仕方ないって。つかやらかしのクソプはてめえのデフォだろ。だからって強制局の偉い人にあんな反論をしてしまうとは。ああ、そっちの方。私もっと他に何かしたんですか？いや。今度こそクビかもしれません。そしたら私極楽にいられなくなってしまいます。皆さんともお別れです。ま、そこは大丈夫じゃねえの？裏返った犬飼に本気で殺すぞって脅されればね。今なんて？俺たちのパフォーマンスのヤバさに所長も管理官様も感激でちびりそうになってたってことだよ。そうなんですか？ああ、嘘じゃねえ。大体は。結局暴動も起きなかったし、むしろ犬飼のお手柄じゃないの？クソ雑魚にしてはまあまあのムーブだな。見直したぜ。皆さんだよ。ん、いえ、なんか今日は優しいですね。はあ？ヘラヘラすんなキメえな。脳みそお花畑かよ。てめえが切り散らかしたおかげで待遇改善パーになっちまっただろ。それ頼みに行ったのにね。飯も食いっぱぐれたしよ。そういえば
お腹空きましたね。そうだ、私たちだけで壮行会をしませんか？はあ？今日だけ特別です。皆さんが食べたいものを私がご馳走します。マジかよ。はい。私のポケットマネーから費用を捻出すれば、本当はそれもダメなんですけどね。珍しいね。あんたが規則を曲げるなんて。今日だけですよ。じゃあ俺ピザ、あとコーラ。肉。俺は、寿司がいいかな。ああ、もちろん特上ね。特上？フライドチキン、ポテチとハンバーガー、チョコレートケーキも。肉。焼肉。うなぎもいいな。中華も取ろうぜ。ハンバーグ食いて。はあ、全部肉ってバカか。お財布とりあえの中身ず全部頼もう。足りるかな？お願いなんだし。んじゃ、犬飼よろ。眠れませんか？うん？トラップ反応が怖いですか？この間も2晩続けてうなされていたでしょ。知ってたの？ここ壁の薄いプレハブですから。別に怖くなんかないよ。いつものことだしね。それに怖いものは多分もっと他にある。俺はどちらの人間なんだろうね。過ちから学べる人間とそうでない人間。もちろん前者ですよ。どうかな。間違ってばかりの私が言うのもなんですが、あなたは過ちから学び自分を変えられる人です。一緒に過ごしていればわかります。今日だってあんなにひどいことを言われて、それなのにあなたは我慢した。極楽の仲間のために。以前だったら三越柴君がそうする前にあなたが水をかけていたでしょう。俺たちは何かを変えられるかな。変えられますよ、あなたたちなら。人事みたいに。あんたもだろ、犬飼い。だったらさ、変えてやろうよ、何かを。人と違う、まともじゃない俺たちをそう呼んで蔑むものを噛みついてやろうよ、中指立ててさ。ええ、変えてやりましょう。極楽の音楽できっと私たちならできますよ。いいね。やっとリーダーらしくなってきたじゃん。今日はあんたがいてよかったよ。あの時はスッとした。きっとあいつらも。嬉しかったよ。おやすみ。はい。嬉しいのは私の方ですよ。おやすみなさい。